ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風ガーデンタイニーデスクコンサートジャパン、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、今月はですね、藤井風歌声分析動画強化月間ということで、もう第何弾なのかわかんないですね。もう第10弾以上いってると思うんですけど、今回はね、ガーデンということで、僕も初見にしてライブの歌声を聞いていくっていう、かなりハードルが高いような気もするんですけど、もうすでに歌声分析はね、撮影が終わっております。毎回ね、オープニングトークは一番最後に撮影をしますので、そういう流れになってるんですけど、そして今回も歌声分析をしたんですけど、いや、もうたった一言、すごい。これにつきますね。歌の表現がすごいっていうのは、もう毎回藤井さんの歌声分析動画で言ってるんですけど、今回はね、それ以上に歌声から伝わる感情、ここがものすごかったですね。もう最初のイントロから最後の最後まで僕は感動しっぱなしでした。そんな感じでですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして藤井風歌声分析動画強化月間に伴い、今まで公開した藤井さんの歌声分析動画をまとめた再生リストというものを作っております。今回の動画を見て他の動画も見てみたいなっていうふうに思ってくださった方はですね、概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひそちらからチェックよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、藤井風ガーデンタイニーデスクコンサートジャパン歌声分析 GO！ わー、綺麗な音。うわもう最初からやばいですね。ものすごく美しい音色のキーボードの音と、藤井さんの笑顔が素敵すぎますね。あんなに綺麗な笑顔見たことないっていうぐらい素敵だと思います。いい。素敵ですね。もう最初のピアノの音で僕はね、ちょっとうるうるきてます。藤井さんの奏でるピアノの音色だったり歌声って、もう心に直接語りかけるような、そういった魅力ありますよね。いい。あははは。最高ですね。今回も最高ですよ。で、この声はですね、口の中の口腔共鳴、ここがメインの歌声かなっていうふうに思います。口の中の空間は言葉のニュアンスだったり、大きさによっては声量のコントロール、そういったことをするポイントなんですけど、今のフレーズ、音域的には中低音って言われる音域だと思うんですけど、男性だったら日常会話で話すぐらいの音域なんですよね。で、口腔共鳴の響きっていうのも普段会話で使う響きなんですよ。だから本当にここのポイントは語りかけるように歌ってるようなポイントだと思います。すごくね、こう心がこもってる歌声って感じがしますよね。もう一回聞いてみましょう。鳥が春を告げて私は恋をして鳥が春を告げて、こんな感じかな。うっすらウィスパーボイスも入ってますよね。私は恋をして、ここで笑顔で歌ってるじゃないですか。顔の表情を笑顔にすることによって声の雰囲気も明るく温かくなりますよね。で、歌詞が私は恋をして、この恋をした出来事を嬉しく思ってるっていう風な感情が伝わってきますよね。いやー、素晴らしい。次いきますよ。素敵な温度だけ触れさせて、あ、いい。触れさせてこの肌で
ここの部分はキーボードとのユニゾンのポイントですよね。歌のメロディーと同じフレーズをキーボードも弾いているっていうポイント。で、しかもここのポイントすごいのが、ピアノがスタッカートなんですよね。一つ一つの音を切るような感じで弾いてます。そこに対して歌もスタッカートで合わせてるんですよね。やっぱね、こういうテクニック的なところも超一流ですよね、藤井さんは。もう一回聞いてみましょう。きますよ。ほら。ごめんなさい。ちょっと説明間違ってましたね。触れさせて。ここの部分だけでした。スタッカート。で、その後は、このままでっていう風に一つ一つの音を逆につなげるような感じで歌っていましたね。ピアノがスタッカートだったので、そっちの雰囲気に引っ張られてしまって、歌もスタッカートだと勘違いしました。すいません。次いきますよ。うん。いいね。私は目を閉じて。ここの部分で笑顔で表現してますよね。その前まではちょっとシュンとしたような感情だったけど、目を閉じて優しい気持ちになれた。そういった風に聞こえますよね。今回はテクニックよりもそういった声に込められた感情、こちらがすごく伝わってきますね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、すごいいいですよね。もうこの2つのフレーズだけでストーリーが出来上がってるんですよね。この歌い方が藤井さんの歌声を聞いてすごく感動する理由の一つだと思います。次いきますよ。優しい。で、ここのポイントは優しい雰囲気プラスちょっと声の質感が軽くなりましたよね。で、口腔共鳴中心っていう声質の作り方は変わってないんですけど、口の中の空間をちょっと狭くしました。そうすることによって口の中の振動が減って、声の太さをコントロールする胸腔共鳴の響きも減ったんですよね、自然と。もう一回聞いてみましょう。追いかけて尽きるまで。ここですね。声がいい意味で軽くなって、そして優しく温かい歌声。いやー、いいですね。次いきますよ。ここもユニゾンポイントですよね。で、今さすがだなって思ったんですけど、藤井さんとマイクの距離がこのぐらいなんですよね。口とマイクの距離はこのぐらい。で、バックコーラスをされている男性の方がかなりマイクと距離が空いてるんですよ。で、マイクから離れれば離れるほど声が聞こえる雰囲気も遠くなるんですよね。このマイクとの距離感でメインボーカルとコーラスの声の距離感、主役感っていうか、その辺を表現してるんですよね。藤井さんのメインの声にそっと花を添えるような形でバックコーラスの方の歌声が存在しているというか。で、この距離感がですね、歌声のこの広がってる雰囲気を作り出している最高のポイント。もう一回聞いてみましょう。花は咲いてばかり、あなたに心奪われ。心地いいですよね。メロディーもすごくおしゃれで綺麗なメロディーだし、最高です。次いきますよ。うわ、ちょっと目頭が熱くなってきました。藤井さんのスローバラードで泣かない人なんているんですかね。全部感動しちゃう。もう一回聞きましょう。なんかここで歌のテクニックとかそういった解説をするのがすごい野暮なように思えてきたんですけど、でも歌声分析なのでね、皆さんにお話ししていきたいと思います。声自体はすごく優しいんですけど、子音をちょっとだけ強めに発音してるんですよね。そのちょっとだけ強めに発音した子音が、ここがサビかな。サビのちょっと盛り上がった雰囲気を作り上げてるんですよ。本当によく聞かないとわからないぐらいの変化なんですけど、そういった細かい表現の仕方の変化で楽曲全体の雰囲気を変えるっていう藤井さんの凄さ、最高です。
次いきますよ。あでここで女性の方がオクターブ上で歌って、また声の広がりが出てきましたよね。どんどんこう盛り上がってる感じがしてきたというか、もう一回聞いてみましょう。で藤井さんがちょっとメロディーを崩して違うメロディーを歌うっていうね、かっこいいね。次いきますよ。もうごめんなさい、今日はちょっと我慢できないかもしれないですね。今の藤井さんのフェイクのところで一気に目が熱くなってしまいました。もう一回聞いてみましょう。すごいね。ここの声がね、すごく切ないんですよね。本当に細かく感情表現をしますよね、藤井さんって。感情表現をする代表的な例っていうか、多くの人はこのパターンで心を込めて歌うと思うんですけど、フレーズごとの単位で感情を込めて歌う方がほとんどだと思うんですよ。例えば、ララ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 ラ、ここで一つ。で、次のララ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 ラでまた一つの感情。ララ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 ラで一つ。ララ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 ラで一つ。トータル4つの感情を込めるっていうパターンが多いっていうかほとんどだと思うんですけど、藤井さんはですね、もっと細かいんですよね。例えば、ララ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 ラとか、ワンフレーズの中に3つぐらい感情が入ってるんですよ。でもこの藤井さんの感情表現の仕方っていうのは、会話では当たり前ですよね。例えば、今日嬉しいことがあってさ、みたいな。一番こう気持ちが乗る部分は声が大きくなって、声が明るくなって。でもこれ、最初から今日嬉しいことがあってさ、って言うと、本当にってなるじゃないですか。多分藤井さんの歌声を聞いて感動する理由って僕ここだと思うんですよね。最大の理由が。会話をするように歌ってるんですよ。だから藤井さんの歌って世界中から愛されてるんじゃないかなっていうふうに思います。だからものすごいテクニックも藤井さんにとっては感情を表現するための手段の一つなんですよね。ここがすごい。すいません、ちょっと熱く語りすぎちゃいました。次いきますよ。うわほんと歌ってる姿がすごく嬉しそうですもんね、藤井さん。もうずっと感動しちゃってる僕。イントロからずっと。もう一回聞いてみましょう。で、バンドが入ってきてから今度はリズムのアクセントを1番よりも強めにつけていますよね。このアクセントを強めにつけることによってバンド全体でのノリ、グルーブっていうものが出てくるんです。やっぱりこの辺もさすがですよね。バンドが入っていない時の歌い方、そしてバンドが入った時の歌い方でしっかりと分けて歌ってます。次いきますよ。で、ここは藤井さんはキーボードを弾いていないんですけど、ギターの方とタタタタタン、タタタタタンのところがユニゾンです。同じメロディーをギターの方は弾いて、藤井さんは歌っているポイント。もう一回聞いてみましょう。で、バックのみたいなコーラスもすごくいいですよね。いやー、最高です。次いきますよ。あ、転調。いいね。素晴らしい。あ、ダメだ。もうダメですね。ごめんなさい。絶対藤井さんのバラードで泣かない人はいないって僕は思います。もう本当に感動しますもん。もう一回聞かせてください。いい。もう説明なんかいらないですよね、藤井さんの歌声って言ってしまうとこの動画の趣旨がなくなってしまうので、
できるだけ解説したいんですけど、もう感動しちゃって僕の気持ち的な部分が先走っちゃってるんですよね。もっと藤井さんの素晴らしい声について説明したいんですけど、やっぱりね、この感情的な部分の説明になっちゃってますね。ごめんなさい。次いきますよ。今気づいちゃったんですけど、1番は口の口腔共鳴が中心だったじゃないですか。2番は鼻を使った声に変わってますね。ララ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 みたいな。ちょっと声の雰囲気が全体的に甘いニュアンスが出てるというか、もう一回聞いてみましょう。やっぱそうですね。鼻を使ってますね。優しすぎるほど優しい声。次いきますよ。ここはバックのコーラスが入ってこないんですね。なんかコーラスが入っていないとちょっと寂しい感じもしますよね。で、多分この後コーラスが入ってきて一気に華やかになると思うんですよ。次聞いてみましょう。ほらほら。やっぱりコーラス入ってきましたよね。やっぱり藤井さんの楽曲って次どうなるんだろう、こうなるのかな、ああなるのかなっていう風に想像力がかき立てられるんですよね。早く次のストーリーが知りたいみたいな、そんな気持ちになりませんか？僕ね、もうずっとそういう感じで聴いてる藤井さんの曲は。もう一回聴いてみましょう。この動きもかっこいいしね、パントマイムみたいでしたね。いやー、いいなー。次いきますよ。もうね、ダメですね。感動しすぎちゃって、なんでこんなに素晴らしいんですかね、藤井さんの歌は。なんか辛いことがあっても藤井さんの曲だったり歌声を聞くと、なんか慰めてもらってるような気持ちになりますよね。もう一回聞いてみましょう。やっぱり歌声が持つ藤井さんの魅力が素晴らしすぎるんでしょうね。次いきますよ。なんか今のところはすごくアメリカンな感じがしましたよね。フレーズの使い方が。歌詞は日本語なんだけど、アメリカン R&B みたいな、そんな感じがしました。もう一回聞いてみましょう。こういうとこ、こういうとこ。そうそう。今のその、果てるまでのここの歌い回しとか、すごくアメリカンな感じがしました。超かっこいい。次いきますよ。うわ。ちょっと落ち込んだような感情表現なのかな。声の雰囲気もすごく悲しそうな雰囲気になってますよね。ここでやっぱり藤井さんの顔の表情もちょっと落ち込んだような、ララ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 ラみたいな、こんな感じで歌ってると思います。もう一回聞いてみましょう。季節に身を任せ。ちょっとでもニコッとしてますね。わあ、この声不思議だな。顔の表情がちょっと笑ってるのに悲しい感情が伝わってくるっていうか、普通この口角が上がるとこういう風に明るい声の響きになるんですよね。でも藤井さんの今のところは口角を上げてるのに明るい響きがそこまで目立ってないんですよ。季節に身を任せみたいな。わあ、これほんと不思議です、僕。僕がこの声を再現しようとすると、声の響きを胸に下げます。そうすると、口の中の影響が少なくなるので、その分明るい響きは出にくくなるかなっていうふうに思うんですけど、そういうことかな？ごめんなさい。もう一回だけ聞かせてください。ごめんなさい。歌詞間違ってましたね。季節に身を置いて。こんな感じですね。でも口をこれでニコってするんです。
で、胸の響きをキープしたまま、季節に身を置いて、ってやると多分藤井さんの声に近いようなニュアンス出てると思うんですよね。多分こういうことだと思います。これね、ごめんなさい。今回ここの部分推測です。ものすごく推測要素の多い解説なので、自信はないんですけど、僕の中ではこれが正解に近いんじゃないかなって思います。次いきますよ。最後のこの伴奏の音がすごく切ないですね。で、どんどんメロディーの節回しが、藤井さん節が出てきましたよね。こう難しい音をチョイスして歌っていくっていうね。もう一回聞いてみましょう。受け入れて、ここの音がちょっと低めで取ってるんですよ。これね、ブルーノートって言います。ジャズでよく使われる音階なんですけど、あえてちょっと低めの音を狙って、スリリングな雰囲気を表現するっていう音。やっぱりところどころ入ってくるこのね、ジャズ的な音、たまらないですよね。かっこいい。次いきますよ。流した涙だけ、振りまいた愛だけ。やっぱりミュージックビデオの音源もすごく素敵ですけど、ライブの藤井さんの歌声は別格ですね。本当に生きてる感じがするっていうか。次いきますよ。解き放て。ここで一気に声が強くなってますよね。ここで胸と口中心の声で、なおかつ声を出す方向のイメージを前方向にしたんですね。声を出すイメージを前方向にすると力強い声が出ます。それとは逆に後ろ方向に出すイメージで歌うと柔らかい声になります。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、解き放てっていう風に強い声になってますよね。ここのワンポイントだけ声の出し方を変えてるんですね。次いきますよ。うわっ、なるほどね。ここで一気に爆発したかのような盛り上がりがやってくるんだ。なんか曲の表現的にはなんかゴスペルっぽいですね。音量のダイナミクスで感情を表現する。ダイナミクスっていうのは音量差のことを言っているんですけど、すごく優しく歌っていて、で声でちょっと盛り上げて一気に盛り上げるっていう、この流れ最高ですね。もう一回聞いてみましょう。なんかフェイク合戦みたいになってますよね。藤井さんもフェイクをして、バックコーラスの方もフェイクをして。やっぱりゴスペルですね。ゴスペルこういう表現あるんですよね。あと R&B もあるか。もういろんなフェイクがこう折り重なるような感じの表現方法。これがね、またかっこいいんですよね。次いきますよ。ほらほらほら。やばいね。本領発揮です。藤井さんのフェイクの本領発揮です。もう一回聞いてみましょう。ちょっとね、フレーズ的に僕はちょっと今難しすぎて理解ができなかったので、確認のために。えいやばいね。体がのけぞっちゃったよ。すごすぎて。で、女性の方もフェイクをやってるかと思ったら、フェイクじゃなかったですね。のこのフレーズを繰り返すっていう形でしたね。これはね、僕ね、ごめんなさい。フェイクだと勘違いしていました。この後もすごいフェイクやってくんのかな。いきますよ。あ、うわ、ここが大サビなのかな。すごい力強い地声で歌ってますよね、藤井さん。ここも胸と口を中心に声作りをして、なおかつ前に飛ばすイメージで出してる歌声です。いや、かっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。やっぱりアレンジ的にはゴスペルを意識した感じなのかな。藤井さんも強い声、バックコーラスの女性の方も強い声っていう風に、もう歌声でこうどんどん盛り上げていく感じですよね。魂の叫びみたいなね。めちゃくちゃかっこいいです。次いきますよ。
えいたくてみたいな。来ましたね。もうずっとこういう感じですよね。もう本当にかっこいい。なんか、前に違う動画で僕の好きなアーティストを紹介したんですけど、ボーイストゥーメンっていうコーラスグループ。僕はこの人たちのフェイクがすごく好きでずっと聞いていたんですけど、藤井さんのフェイクがね、なんかボーイストゥーメンのフェイクみたいなんですよね。もしボーイストゥーメン気になる方は、パスユーバイっていう曲を聴いてみてください。YouTube でも聴けると思うので、ボーイストゥーメン、パスユーバイで検索すると一発で出てきます。後半になればなるほど、ものすごいフェイクを繰り広げているっていう楽曲なんですけど、もうね、かなり古い曲なので、この動画を見てる方でね、ボーイストゥーメンのパスユーバイ知ってる方、もしかしたらいないかもしれないんですけど、僕のおすすめ曲の一つなので、で、多分藤井さんの楽曲だったり、歌声が好きだったら、気に入ってくださる方もいると思うんですよね。ぜひ聴いてみてください。次いきますよ。また中途半端なところで止めてしまいましたね。ごめんなさい。やっぱり最後は藤井さんの力強い歌声とコーラスの方々の力強い歌声で楽曲を盛り上げていくっていう感じですね。もう一回ちょっとサビの頭から聴いていきますね。かっこいい。もうフェイクバトルですよね。ここまで来ると。超かっこいいです。日本でこのボーカルアレンジをしてるアーティストっていないと思うんですよね、僕は。僕が知ってる曲の中で1曲だけでもこういうアレンジをしてるグループがあって、シングライクトーキングっていう佐藤筑前さんがメインボーカルをやっていたグループなんですけど、スピリット・オブ・ラブっていう曲がですね、後半に向かうにつれて、もうコーラスがどんどんこうゴスペルの感じになっていくっていうアレンジなんですよね。なんかそういった部分がちょっと近いかなって思って紹介しました。気になる方はぜひシングライクトーキングスピリットオブラブで調べてみてください。次いきますよ。やば。もう本当に体の底から出てきた音楽を声で表現してるっていう感じですよね。なんか本当に藤井さんの歌声を分析して解説するっていうのが野暮だなっていうふうに思ってしまいます。もう今月は藤井さんの楽曲の分析動画強化月間ということでもうね10曲以上歌声分析動画公開してると思うんですけど、ここに来てねそういうふうに思ってしまいました。ライブで歌ってる藤井さんは最高ですね。次いきますよ。やば。どこまで伸びるんだろう、この声は。やっぱりね、コメントで教えていただきましたけど、普段から藤井さんは健康面に対してものすごく気を使っているっていうことで、栄養面だったり、体力面とかね。やっぱりそういう普段からの徹底していることがやっぱりねこの素晴らしい歌声につながってるんじゃないかっていうふうに思います。やっぱり歌い手にとっては有酸素運動を普段からすることによって使える息の量もどんどん増えてくるので長いフレーズが歌えるようになってくるんですけど、毎日の小さな積み重ねがねこういう素晴らしい歌声につながってるんだなっていうふうに思うと感動しちゃいますね。次いきますよ。かっこいいこれはやばいですね。もうすごすぎて笑っちゃいますけど。で、やっぱりこれね、コメントで教えていただいたんですけど、アドリブなんですよね。よくこの長い時間、アドリブでフレーズをずっと歌っていられるなって思って。僕、フェイクでアドリブするときって、やっぱり次のフレーズ、どういう風なアプローチいこうかなって考えながらやったりするんですよね。でもそれが長い時間続いてしまうと、やっぱりネタが切れてしまう瞬間があるので、途中でちょっと一息つきたくなるんですけど、藤井さんはもう感情のままですよね。もう僕みたいにフレーズを考えて歌うなんて多分全然そんなこと考えてないと思うんですよ。自分が出して気持ちがいい音、それをこう点を線でつないでいくような作業なんだと思います。次いきますよ。静かにやってね。もう終わり？早くない？いや、でもこんなもん？なんかめちゃくちゃ早かったんですけど。いやー、信じられないね。続きいきますよ。
うわー綺麗な裏声。でやっぱり同じ裏声でも顔の表情でものすごく声の表情も変えて歌うっていうところがね、僕藤井さんの歌で大好きなところの一つですね。例えば「ふー」って歌うのと「ふー」って歌うのだと同じ声の出し方なんですけど、顔の表情で全然雰囲気変わるんですよね。ここにね人間味を感じるんですよ。いや本当に素晴らしい。次いきますよ。お茶目最後の最後にお茶目。こういうところも藤井さんらしいんですよね。最近少しだけ分かってきました。いやもう素晴らしすぎました。以上、藤井風ガーデン歌声分析はここで終了です。いや今回もお見苦しい姿を見せてしまいました。申し訳ございません。いや本当にね、もう今回は歌声分析をするっていうよりもやっぱり気持ち的なところがものすごく感じれたライブ、そして歌声だったかなっていうふうに思います。もう最初から最後までずっと感動しちゃって、で最後にこれじゃないですかもうなんか最後の最後でものすごく面白かったなって思って、こういう人間味のあふれる方だからこそやっぱりねこう応援したくなりますよね。僕も一人でも多くの方にですね、藤井さんの歌声の魅力、そして音楽の素晴らしさを伝えていけるように今後も動画公開していきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。